こんにちは、みすずです。今日はお砂糖なしで作るイチジクとカマンベールのチーズケーキをご紹介します。昨日の動画でご紹介した無糖イチジクジャムを使ったカマンベールチーズ入りの前菜ケーキ、おつまみケーキです。材料はこちら。カマンベールチーズが苦手な方はクリームチーズと生クリームの量をどちらも 200g、200cc に変えてあげてください。また甘いケーキがお好きな方はお砂糖を加えてくださいね。では作り方です。イチジクジャムは昨日の動画に作り方あるので概要欄にリンク貼っておきます。煮詰め方が緩いと出来上がりの生地が水分が多いので中央が沈んで陥没してしまったりするのでしっかり煮詰めたものを使ってあげてください。またジャム作るのが面倒な方は市販のイチジクジャムでも OK ですよ。お砂糖なしのイチジクジャムも売られてますよね。そういったものでも大丈夫です。シートを敷き込みましょう。15センチの丸型を使います。オーブンシートを長めに出してもらって、まず底の部分、ケーキ型に合わせてカットします。残ったシートで側面を作ります。側面の長さよりも1センチほど長めに折ってあげてください。こんな感じですね。折り目でカットします。カットするときはキッチンバサミを使ってくださいね。さらにその下を1センチほど折ります。折り目のところにめがけて斜めに切り込みを入れてください。斜めに入れてあげると円形に沿いやすくなります。1枚では多分ぐるっといけないのでもう1枚取ってもらって側面に敷き込みます。側面入れてから最後に底生地を入れます。これで出来上がりです。クリームチーズを柔らかくします。クリームチーズ 150g はボウルに入れてラップの上から指で押して柔らかくしておいてください。カマンベールチーズを切ります。カマンベールチーズは1個分使っていきます。ものによってグラム違いますが今回使っているのは 125g のものです。硬い白カビの部分がうまく混ざらないのでこの部分はまず包丁で切り落としておきます。底と上と側面ですね。で今回使っているのはこのデンマークのエンボルグっていうカマンベールチーズを使いました。一般的にスーパーで売られている雪印とか明治とかのチーズよりも中がちょっと硬めでした。柔らかいカマンベールチーズだとちょっと包丁で切りにくいんですけれども、適当でいいので白カビの部分外しておいてあげてください。またこの白カビの部分も私は加えたいので細かく刻んで準備しておきますが、カビの部分苦手な方は加えなくても OK ですよ。チーズの部分も刻んでおきましょう。これも柔らかすぎて切れなければもうそのままで OK です。お湯を沸かしましょう。今回はオーブン湯煎焼きしていくのでやかんにお湯をたっぷり沸かしておいてください。また電気オーブンは天板を入れた状態で170度に予熱しておきます。では生地を作っていきましょう。今回はハンドミキサーで作りますが泡立て器で混ぜてもらってもいいし全ての材料をミキサーに入れて攪拌するっていう方法でも OK。 とにかく混ざればいいです。ただただ混ぜるだけです。まずはクリームチーズをほぐしてハンドミキサーのスイッチを切ってもぐるぐる手で混ぜて混ざるぐらい抵抗なく混ぜられるぐらいの柔らかさにします。この辺りは泡立て器で手でやってると結構疲れるのでハンドミキサーが便利ですよ。カマンベールチーズを加えてさらに混ぜ込みましょう。ここもグイグイっと混ぜ込んじゃいます。混ざったら次、混ざったら次と入れていきます。生クリームを加えますが生クリームは液体でボウルの中身が硬いのでいきなり一度に全部入れると混ぜるのに時間がかかります。なので生クリームは 2,3 回に分けて加えてその都度ハンドミキサーでしっかりと混ぜ込んで均一に混ぜていきましょう。これで3回目ですね。全部入りました。このまま混ぜていくとボウルの底や側面に混ぜ残しができてくるのでたまにゴムベラでお掃除してあげてください。こんな感じですね。ぐるっと全体均一に混ぜてあげます。卵を加えましょう。卵黄1個と卵全卵を1個加えます。こちらもただ混ざれば OK です。ゴムベラで一旦お掃除します。イチジクジャムを加えましょう。ここも加えてただ均一に混ざれば OK です。
アーモンドパウダーとあと刻んだ白カビを加えます。これは低糖質にするためにアーモンドパウダー使ってますが、気にならない方は薄力粉でも米粉でもコーンスターチでも OK です。混ざりました。ゴムベラで整えましょう。酸っぱいのがお好きな方はここにレモン汁を加えてあげてください。型に流します。ミキサーで作る場合はここまでの全てを一度にミキサーに入れてもらってガーッと攪拌するだけで OK です。私は結構ミキサーの中を掃除するのが大変なので、ミキサーよりもハンドミキサーで混ぜる派です。お好きな方法でどうぞ。型に詰めたら中の空気をトントンと抜いてあげます。そこからもちょっとトントンしてもらって予熱したオーブンで焼いていきましょう。先ほど沸かしたお湯をジャーッと注ぎ入れて湯煎焼きしていきます。焼き時間は170度10分、その後160度に避けて60分、合計で70分焼いています。焼き上がったら竹串チェックして取り出しましょう。焼き上がりは結構膨らんでますが、冷めるとしぼみます。小麦粉が入らないので形を維持できずにしぼんでしまいます。乾燥しないように熱いうちにボウルなどかぶせて冷ましてください。完全に冷めたらこのように型から取り出してお皿の上か何かに乗せてラップに包んで冷蔵してあげてください。1、2日置きます。オーブンシートを剥がしましょう。チーズケーキは通常翌日まで寝かせると全体が馴染んで美味しいと言われていますが、お砂糖なしケーキの場合はさらにもうちょっと日にちがかかります。お砂糖がない分なんか全体がうまくまとまるのに時間がかかるんですね。なので1日よりも2日目3日目の方が美味しくなりますよ。ただそれはお好みなのでお好きな状態で召し上がってください。オーブンシートを剥がしたら次は飾り用の生クリームを泡立てます。ちょこっとだけ生クリームを乗っけたいので乳脂肪の高い生クリームを50から 80cc ほどかけられる程度の柔らかさに泡立ててあげてください。泡立てにはバーミックス使ってます。ものすごく早く生クリームが泡立ちます。こんな感じですね。もし立てすぎてしまった場合は残った生クリームを少し加えてゴムベラでパタパタしてもらうといい状態に戻りますよ。ケーキの真ん中に生クリームをのせてくし形に切ったイチジクを飾ります。ミントの葉を添えて刻んだ生ピスタチオを散らします。これで完成です。お好きなサイズにカットしてあげてください。ちょっと生クリームが真ん中にあってうまく切れなかったので端っこの方をちょこっとだけ切っています。イチジクジャムが入ってはいますがそんなに甘っていう感じではなくてほんのりイチジクが香る感じでカマンベールチーズのコクと風味のチーズケーキなのでおつまみとか前菜などに向きますよ。甘いケーキを好きな方はクリームチーズ混ぜている段階でお砂糖を一緒に加えて混ぜ込んであげてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また詳しいレシピはブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。私はこのケーキは3日目が好きです。しっかり寝かせてあげた方が全体が馴染んで美味しくなりますよ。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。